最近ホテルの高騰や満室が相次ぎ取れない問題や高速バスの運転手が事故死が起き夜行バスが不安という声もあり、その対策して寝台特急を復活してほしいと思っていて、どうしたら復活しますか？しません。ちなみに国会でもブルートレイン廃止とのことが鉄道ファンの石破総理も復活してほしいと言っていました。しません。コスパが合わないからしません。なぜ深夜バスで事故が起こるかというと、金がないからです。本来であればちゃんと休憩をとって働くというやり方でバスの運転手もしたいんですよ。でもそこまでの給料を出せるバス会社がないし、その過酷な状況でも働かなければならない人が働いているんですよ。っていうぐらい残念ながら運送料にお金を払える人が少ないのです。なので結果としてバスの事故が増えますよ。じゃあ寝台列車というのができませんよっていう形で、事故があってでも深夜バスに乗った方がいいよねっていう人がいるぐらい日本人貧乏なんです。ちなみに僕深夜バスで移動乗ったことありません。だって飛行機とか新幹線とかでよくね、選択肢として日本で深夜バスないもんってなっちゃうんですよ。でもお金のない人はお金がないから大阪に行くために深夜バスに乗るんですよ。でお金がない人が深夜バスに乗るので、結果として雇える運転手の人というのも給料がそんなに出ないんですよ。で本来であれば運転手2人のがいいよね。2人雇えません。1人で何とかしてください。疲れたから寝るわっつって5時間寝てたら時間内に着きません。なので仮眠1時間で何とかしなきゃいけませんっていうのが日本なんですよ。なのでお金がない国ってこうなるよねっていう負のループだと思います。やるとしたらもう深夜バス禁止とかぐらいしかできないんじゃないですかね。安い方に流れるので。深夜バス禁止にすると東京大阪安く行きたい人は行けなくなるってなっちゃうんですけど、それが貧乏っていうことなんですよ。いやだから日本って金を持ってる人の金はどんどん増えてるんですけど、金のない人の金はどんどん減ってるんですよ。貯蓄ゼロ世帯が確か30、40、50では増えてるはずです。60と20は減ってるとかだったかな、ちょっとそこら辺記憶が曖昧なんですけど、貯蓄ゼロ世帯が増えてるということは貯金がない人が増えていて、もう入ってきた収入をそのまま毎日使いますっていう人が増えてるんですよ。そしたらやっぱ一番安い移動手段を選ぶしかないでしょ。新幹線乗れないもん、お金ないんだから。ってなると一番安い移動手段何ってなるとやっぱ深夜バス移動になるんですよ。という国なんです。はい。なので僕は資産課税をした方がいいんじゃないかなっていうのを結構ずっと言ってるんですけど、資産課税しようってならないよね。それはね、自民党は金持ちも支持してるからね。なので割とね、金持ちとか経団連は自民党を支持してるんですけど、その限り資産課税をしようっていうのにはならないです。はい。貯蓄ゼロって驚かれるかもしれないですけど、いるんですよ。すでに借金をしてるとか、毎月毎月の給料は全部使い切ってしまって、給料日前になってもう銀行にはお金がなくて財布の中の5000円であと3日間生活しなきゃいけませんとか、下手すると残り1週間5000円とか残りの3日は1500円とかで暮らしたりするんですよ。なのでもう無理やり1日500円の食費で給料日まで行って、で給料日でもらってようやく家賃を払って電気代払って携帯代払って飯食ってっていうのをずっとこう綱渡りをし続けてるっていう人が貯蓄ゼロ世帯っていうのがいて、確かね30代で2割か3割いるんじゃなかったかな。普通に会社員やってる人は全然出会わないと思うんですよ。毎月毎月給料が空いてて、それなりに額もらってるので。でも派遣労働だったりバイトだったりとか日雇いで働いてる人っていうのがそれなりの割合いるんですよ。なので貯蓄ゼロ所得が3割ぐらいの人たちっていうのは、よくその日雇いとかだったりでタイミーとかで体が動きは働くけどそうじゃない日は働かないから収入ゼロみたいな。なのでお金がないから働いてその日はいい飯食って、で貯金があるうちはダラダラするけど本当にお金がなったらまたタイミーで働くみたいな、ウーバーイーツするみたいな、その日暮らしというしている人っていうのは結構多いというのが日本の現実です。でこれを何とかした方がいいよねっていうのを貯蓄ゼロ世帯の人たちは政治の方向に行かないんですよね。多分その貯蓄ゼロ世帯の 30% の人たちとかが自民党公明党ふざけんなって言って金ばらまくぜって言ってる政党にバンバン投票したら自民党公明党結構傾くと思うんだけど、なぜかね貯蓄ゼロ世帯の人たちってね選挙行かないんですよ。だから結果として搾取され続けるっていう自分たちで望んだ結果だからしょうがないんだけど、金取りに行ったらって思うんですけどね。フランスの場合すぐデモやるんで、デモやって俺たちに金をくれっていうのをやって、そうだよね金欲しいよねって言って関係ない人たちを応援するっていうのをやって、いくらでもこう政府から金を引っ張るぜっていうのでみんなで金引っ張り合戦やってるんですよね。病院もデモするし学校もデモするし、日本で僕聞いたことないんですけど、フランスだと学校の先生がデモに行くので今日は学校休みですとかっていうのがあるん
るんですよ。日本で僕聞いたことないんだけど、一応法律上できるはずだと思うんだけど、公立だと公務員だからできないかもしれないけど、でもフランスの場合って公立の学校とかでも、でもなんで今日休む先生いねえっすみたいなっていうのが普通なんですよ。だからなんかそうするとやっぱ給料増えるじゃないですか。だからやっぱそうした方がいいんじゃないかなって思うんですけど、なぜか日本の人は我慢しちゃうんですよ。我慢しても給料増えないよ。貯蓄ゼロ世帯いくら我慢してもお金降ってこないよ。財務省にでも行ってもお金降ってこないよって思うんですけどね。はい、成田さんの最新問題はお金はなくなると書いてありましたが、こういった発想はなかなか凡人はできないし、ひろゆきさんの旅そのことからすごい直であるためすごいと思いました。成田さんのすごいと思うのは、自分自身の凄さをひけらかさず世界トップのローンバックに記されていながら、それを小説凡人の出しで分かりやすく示されるとかと思いました。その本読んでないんですよね。なのでそれが説得力があるかどうかというのが分からないんですけど、価値の交換というのが必要なくなるとすると、多分スタートレックの世界が必要で、スタートレックの世界ってお金という概念がなくなるんですよ。で、なんでなくなるかというと、分子レベルでどんなものでも作れてしまうという世界なんですよね。だから 3D プリンターみたいなので、例えばじゃあビトンのバッグが欲しいってなった時に 3D プリンターでポチッと押すとビトンのバッグが分子レベルから作れてしまうんですよ。で、それが本物か偽物かというのはもう見分けることができません。だって分子レベルで一緒なんだもん。なので国宝になってるようなヤタの鏡とか草薙の剣とかも分子レベルで全く同じものが作れてしまうので、価値というものがなくて必要なものは分子レベルから作ればいいよね。だから通貨というものを使って物々交換をする必要ないよねという社会なんですよ。で、そこまでいけば僕は成立すると思います。お金がないというのは交換が必要ないから。ただそこまで行ってない段階ではやっぱりその交換というのがレアな資源というのが美味しいものであるとかで農作物でもやっぱり取れる量が限られてるし、じゃあ別に美味しくなくてもレアだからっていうので価値があるものってあったりするので、レア性というのがなくならない限りは基本的にはその価値交換というのは成立するんじゃないかなと思ってるんですけど、あと医療技術とかですよね。医者にお金を払うと寿命が10年延びますっていう時に、医者は誰から順番に手術をするのかっていう時にやっぱお金持ってる順になるんですよ。交換価値の高いものを持ってる順で、もしくはそのじゃあ医療技術というのが全ての人がまんべんなく使えますってなるとこれがなくなるんですよ。だから誰か一人が10年寿命を延ばせる手術ができるとその人に価値がいくんですけど、じゃあ 3D プリンターと医療技術というのが全ての人が使えますってなると、どんな病気でも瞬時に治せる機械が家にあってどんなものでも作れるっていう機械が家にあれば、そうなると価値交換が必要なくなるんですよ。果たしてそんな社会が来るのかっていうと僕は来ないと思います。例えば医薬品の特許っていうのがあって、医薬品の特許があるので、なぜあるかというと医薬品の開発にお金がかかるからで、インドという国は貧乏なので医薬品の特許を払ってたらうちの国の国民死んじゃうよねっていうのがあって、医薬品の特許をぶっちぎって医薬品作ってるんですよ。でこれインドだから許されてる話で、他の国とかでアメリカのハリウッドにお金払えるほど俺たちの国お金ないからハリウッドにお金払わないわとか、じゃあ薬代の特許払わないわとかっていうのができるかっていうとやっぱりぶっ潰されちゃうんですよね。ジェネリックっていうのは特許権の切れた薬を作るというもので、特許権の間はちゃんと医薬品業界は儲けてます。なので開発をするためにお金がいるよねというのもあるんですけど、ただお金が払えない人には薬を買わせないという仕組みではあるんですよ。じゃあそういうのよろしくないよねってなると、じゃあよろしくないですっていうので、じゃあ誰でも手に入りますとなると、今の医薬品と一緒で医薬品を開発する人がいなくなるよねっていう論理になるんですよ。要するに今でもじゃあ医薬品は全てタダですっていうのは論理的には可能なんですよ。でもそれをやると技術開発、医療品開発をする人がいなくなるよね。だから特許という形でお金を集める。で集めた結果医薬品が作れるという構造が必要だよねというのが今の人類の総意ではあるので、インド以外ね。なので結果としてじゃあロケット作りますとか新しい技術を作りますとか、やっぱ人類というのはいろんな技術を作りたがるので、結果としてお金が必要だよねという形で交換価値がなくなるというのはなかなか100年以内には起きないんじゃないかなと思います。結局その資源が無限ではないんですよ。医療技術がありましたとか 3D プリンターがありましたって言ったとして、冬寒い、石油の量は限られてるってなったらやっぱ無限に石油は作れないんですよ。 3D プリンターで作るための原料的な資源が限られてるので。なので惑星が作れるとか惑星に瞬時に移動できるとかっていうぐらいにならないとレアであるとか希少性というのはなくならないんじゃないかなと思います。これ本読んでないので全然違う話かもしれないですけど、あと土地の問題あるよね。結局その広い家に住みたいっていうのを、今だと人口70億人ぐらいだからまだ可能かもしれないけど、地球が1000億人になりましたっていう時に広い家に住みたいです、平屋がいいです、不可能っ
っていう話になるんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。